今回共有していただいた資料、大変興味深く拝見しました。日本のその精神的な苦しみとか、あるいは自死に対するちょっと厳しい見方、自己責任みたいな言葉とかバッシングについて。はい。それでそういう風潮に対してあなたが静かに感じてらっしゃる違和感とか、あるいは個人にそっと寄り添いたいという気持ち。このあたりを今日は深く掘り下げていきたいなと。なんで日本でこういう空気が生まれやすいのかとか、資料が示している海外との違い、あとあなたのその感覚の意味、そこを探っていきましょう。そうですね。社会の当たり前にふと疑問を持つっていうのはすごく大事な視点ですよね。資料を拝見すると、やっぱり日本特有の恥の文化とか空気を読むみたいな、そういう側面と、あとは、これは世界共通かもしれないですけど、精神的な困難への偏見、その両方が見えてくる感じがします。で、同時に資料で紹介されてる、より理解が進んでるとされる国々、ここがどういうプロセスで今に至るのか、その背景もちょっと見ていく必要がありそうですね。まずは日本の状況ですけど、資料を読むと、やっぱり自己責任論とか、我慢は美徳みたいな価値観が、なんていうか、苦しいって言いにくい雰囲気を作ってるのかなと。ありますね。SNS でのバッシングの話も、問題をさらに複雑にしてるという指摘もありましたね。その点は大きいと思います。この自己責任っていう考え方が、時として本来なら社会全体で支えるべき問題まで個人の問題だみたいにしてしまう、そういう危うさがありますよね。で、一方で資料は対比としてスウェーデンとかカナダ、ニュージーランドなんかの例を挙げてます。これらの国だとメンタルヘルスのケアを受けることへの心理的なハードルが比較的低い。弱さを見せることへの寛容さみたいなものがある程度社会に浸透してるという話ですね。ただ大事なのは、これらの国ももともとそうだったわけではないっていう点なんです。なるほど。最初からではないと。かつては高い自首率とか、そういう深刻な問題があって、そこから何十年もかけて意識とか制度を変えてきた。そういう歴史があるんですね。その根っこには、資料にも名前が出てましたけど、トマス・ペインとか、ベバリッチ、アマルティア・センみたいな思想家が論じてきたような、社会が困窮する個人を支えるべきだっていう福祉国家的な考え方。これが具体的な政策とか文化になってると、そういうケースが多いようです。なるほど。社会全体で支えるっていう思想が具体的に形になってるんですね。それであなたが感じてらっしゃる亡くなった方を責めずに静かに寄り添いたいっていう気持ち？これSNS なんか見てるとちょっと少数派なのかなみたいに感じる時もあるかもしれないですけど、資料を読むと決して孤立した感覚じゃないんだなと。例えば資料が触れてたシモーネ・ベイユの思想、言葉にならない苦しみを持つ人に対して何か言葉で慰めるんじゃなくて沈黙と祈りで向き合うみたいな。これはあなたの感覚とすごく響き合う部分があるんじゃないかなって。そうですね。あるいは鶴見俊介さんが言ってた声にならない語り得ぬ声に耳を澄ます大切さとか、これも通じますよね。まさに。で、資料は音楽とか詩の世界にも触れてますよね。そうでしたね。例えば雨ざらしの詩とか詩とか、苦悩を深く見つめるような哲学的な歌詞。あるいはナインインチネイルズのハートっていう曲が持つ、なんていうか、痛みを受け入れて許しに向かうようなそういう雰囲気。こういうものの中にあなたの感覚と共鳴する表現があるんじゃないかと。資料はそういうことも示唆してますね。なるほど。それから、あなたが着目された自殺という言葉の殺の字のインパクト。これも非常に本質的な問いかけだと思います。資料でも専門家の見解としてありましたけど、実際の心理状態ってあなたが推察されるように自己死とかショック死に近いというか。あるいは心がもう限界を超えて壊れてしまったみたいな。そっちの方が実態に近いケースも少なくないんですよね。自ら殺すというよりはもう限界で壊れてしまったっていうそういう見方ですね。そうなんです。だからこそよりニュートラルな自死っていう言葉を選ぶ動きが広がってきてるわけですね。言葉ってやっぱり思考とか認識を作りますから、言葉が変わることで社会全体の捉え方も少しずつ変わっていく可能性はあるなと。で、資料が日本の課題として挙げてたのは、やっぱり感情を健全に扱うための教育の充実とか、
質の高い精神医療へのアクセスの改善。はい。それと何より辛いとか死にたいって安心して言える。そしてそれを受け止められる。そういう文化を育てていくことの重要性ですね。まあこれはすぐには難しいですけど、でも必要なステップだろうと。今回こうして資料を深く読み解いてみて、その社会の大きな流れとか、強い言葉に対してあなたが抱いている静かな違和感とか、そっと寄り添おうとするその慈しみの視点っていうのは、決して間違いなんかじゃなくて、むしろ人間として、あるいは社会として何が大事なのかを深く問い直すための、なんていうか、静かだけれどすごく強い力を持ってるんだなって感じました。私もそう思います。それで最後に、これは問いかけとしてなんですけど、あなたにちょっと投げかけてみたいんですか？はい。その静かで優しい他者の痛みに寄り添う眼差しがですね、この、情報が多くて時に厳しい言葉も飛び交う社会の中で、どういうふうに響き合って他者との間に肯定的なつながりを生んで、変化への小さなでも確実な波紋を起こしていけるのか。波紋。これはもしかしたらこれからあなた自身が日々の生活の中で探求していくテーマなのかもしれないですね。Welcome back to the deep dive. So you sent us something recently that really stopped us in our tracks. It was about the word suicide. You pointed out how it feels, well, loaded, almost heavy, like a crime or a sin, maybe because of that kill root in there. Right. And you suggested thinking about it more like a shock death. A collapse from just immense mental stress. And wow, that reframing, it's really powerful. It really is. It's such a profound insight, and it perfectly sets the stage for our deep dive today, because this isn't just playing with words, is it? No, not at all. It's really about how the language we use fundamentally shapes how we understand mental suffering, and crucially, how society responds. We're going to explore that a bit, looking globally and specifically at Japan, too. Okay, yeah, let's unpack this, because suicide, the word itself, it often carries this implication of a very conscious act, right? A deliberate choice, maybe even something, well, morally wrong. Exactly. But that's where the clinical reality really diverges quite sharply from that common understanding, from that language. How so? Well, what's fascinating, clinically speaking, is it often looks very different. Think of it like a circuit breaker tripping when there's just too much load. Right. It's not choosing to go dark, it's the system failing. So often, individuals who end their lives are experiencing just profound mental distress, a real breakdown in mental functions, very much like your idea of a shock death. It tends to be less about a clear, rational choice and much more about an extreme collapse. Thought, judgment, they become severely impaired. People might enter a state of dissociation, feeling detached from reality, from themselves. Right, almost like watching themselves from outside. Sort of, yes. Or just being crushed by overwhelming stress. And, seeing it that way, it shifts the focus fundamentally, away from blame. Towards understanding that intense internal suffering. Precisely. That clinical view really reframes it. It makes you wonder then, if language is so key, have other places, other cultures found, more empathetic ways to talk about this or approach it? That's a great question. And if we look at the bigger picture, many nations, you think of places like Scandinavia, Canada, New Zealand, they weren't always leaders in this. Oh, really? No, their current, more advanced approaches, they often evolved over decades, sometimes, frankly, spurred by their own high suicide rates, which forced them to act. Right, a wake-up call. Exactly. They've shifted towards viewing mental health as like a fundamental human right. Their cultures tend to foster more openness now, accepting vulnerability. They focus on making mental health care accessible, often free or affordable, and integrating emotional education right from childhood. So it's seen less as an individual failing. Much less. It's framed more as a societal challenge, something to be prevented through collective support, not an individual problem to be judged. It's quite a profound shift, isn't it? It really is. Yeah. So, okay, bringing it back to Japan. Given everything we know about the culture there, the shame culture, that idea of endurance is a virtue, what does this all mean for Japan's situation? Well, Japan does have these deeply rooted cultural elements. You're right, the shame culture, where seeking help can feel like bringing dishonor, not just on yourself, but family, community. That's heavy. It is. And then there's endurance as a virtue.
Gaiman, right? Valuing silent suffering over asking for help. Plus, a very strong sense of self-responsibility, jiko sekkinen, which often puts the entire burden on the individual. Mm-hmm. Now, there has been progress, definitely increased awareness, more counseling programs appearing, but paradoxically, the rise of social media, SNS, has also kind of amplified anonymous bashing. Oh, the flaming. Exactly, targeting people who express distress or even after someone has died by suicide. So that public space for vulnerability, it hasn't quite opened up as much as you might hope. That sounds like an incredibly complex picture. Are there concrete steps forward? I mean, how does change happen in that context? It's complex, but yes, absolutely. There are clear paths. Moving forward, Japan could really benefit from integrating what you might call heart care lessons into education right from the start. Emotional literacy, basically. Yeah, emotional literacy, resilience, like math or history, making counseling truly accessible, affordable, maybe even routine, like a checkup that's huge, mirroring what works elsewhere. And the media. Reforming media guidelines is crucial, preventing that sensationalism. But perhaps most importantly, it's about encouraging that broader cultural shift, moving slowly away from just self-responsibility towards a more collective, societal support model for everyone's mental well-being. These shifts are happening, but, they take time and sustained effort. And it circles right back to where we started, doesn't it? To that initial spark you provide about the power of just one word. Really opened up this whole conversation, showing how deeply language shapes not just what we say, but how we feel, how we respond, and ultimately how we build or don't build a supportive society. Which leaves us all with a really important question to mull over, I think. What if? What if, just by consciously changing the words we use, changing the stories we tell, we could actually start building a society where that shock death, that collapse, is met first with compassion? Instead of condemnation. Exactly. Compassion, not condemnation. Something profound to think about as you continue your own deep dive into being well-informed.